突然ですが皆さん、アメリカの鉄道について詳しいでしょうか。アメリカはロシア、カナダに次ぐ世界3位の国土面積を誇る文字通りの大国で、日本の26倍もの面積を誇ります。モンタナ州1つで日本とほぼ同じ。カリフォルニア州に至っては日本の 1.1 倍ほどになります。さらにメインランドでさえタイムゾーンが4つあり、ハワイやグアムなどの遠隔地まで含むと最大で11もある広大な国です。そんな雄大なアメリカの国土にまたがる鉄道は、どこまでも続くようにとても長大で、アメリカの歴史そのものでもあると思います。テキサスの砂漠からミシシッピ川の肥沃な大地、グレーシアの深淵までありとあらゆる大自然がアメリカにはあります。今回はそんなアメリカを鉄道で一周する動画です。アメリカには長距離公共鉄道のアムトラックという列車が、駆け巡っています。アメリカは歴史的に民間資本の鉄道しかありませんでしたが、1960年代に航空機や自動車が普及したために鉄道需要が下がり、長距離鉄道は、存続の危機に立たされました。そこで1971年に連邦政府が出資して、長距離鉄道部分だけが公営のアムトラックとなりました。ちなみにアムトラックはアメリカとトラックをくっつけた造語です。アメリカはこのアムトラックが大陸を横断する鉄道として機能しています。大きく分けて4本の路線がアメリカを東西に横断していまして、今回は一番南のルートを通って西から東へ、そして一番北のルートを通って東から西へと帰ってくる予定です。その予定はロサンゼルスのカリフォルニア州からアリゾナ、ニューメキシコ、テキサス、そしてメキシコのチワワ州、ルイジアナ、ミシシッピ、アラバマ、ジョージア、サウスカロライナ、ノースカロライナ、バージニア、ワシントン DC、ペンシルバニア、ニューヨーク、そしてカナダのオンタリオ州、オハイオ、インディアナ、イリノイ、ミネソタ、ノースダコタ、モンタナ、ワシントン、オレゴンを通って再びカリフォルニア州のロサンゼルスまで戻ります。その行程は約12,700キロになりまして、約80時間ほどの行程になります。実は世界で一番長いとされるシベリア鉄道ですが、9279キロでして、アムトラックで12,700キロメートルも走ると、シベリア鉄道の 1.4 倍近くも鉄道で移動したことになるようです。そういう意味では、アメリカを鉄道で一周するって面白いかなと思ったので、今回無理を押しても、鉄道移動にこだわったアメリカ合衆国を鉄道で一周していきます。ちなみに、今流れている BGM は、線路が続くよどこまでもですが、1800年代に大陸横断鉄道、今のアムトラックなるものを作ったアイルランド移民が重労働をしながら歌ったアメリカ民謡です。今も残るアムトラックの線路は、アイルランド移民、中国移民、そして南北戦争を終えて退役した軍人たちが、時には死者を出しながら延々と作り上げたものだそうです。日本では NHK 教育テレビに流されたり、幼稚園や小学校で歌う民謡ですが、日本語訳はかなり子供向けにアレンジされた陽気なものです。実際の英語歌詞は当時の最貧困層の苦労が垣間見える酷なものになっています。往年の彼らの苦労を称えつつ、その光景に思いを馳せながらの旅路をしたいと思います。こんにちは、加藤です。僕今、成田空港に来てます。2022年の4月ですね、今。これからアメリカはロサンゼルスに行きまして、アメリカ大陸を鉄道で一周する旅に出てこようと思ってます。いや、しかし、やっぱあれですね、まだコロナそんな収まってないんで、収まってきてはいるんですけど、収まりきってないんで、成田空港、めちゃくちゃ人がいないですね。すごい人が閑散としてます。それはそれとして、アメリカで鉄道で一周するんですけど、日数にして約40日ですね。なんでそんなに時間が取れるのかっていうと、会社を辞めることにしたからなんですね。有給消化が1ヶ月半ぐらい残ってまして、そのために時間が取れたということになります。だから転職前のですね、おっさんの最後の夏休みみたいな感じで回ってくることにしております。17時10分成田発JL62 便ですね。機体はボーイング777、いわゆる777で、ラックスロサンゼルス国際空港には11時10分に着く予定、9時間50分の空の旅となります。で、東の方向に飛んでいく関係上ですね、日付としては逆に戻るっていうフライトです。それにしてもやっぱコロナ禍がまだ収まりきらない中だったので、やっぱり PCR 検査とか英文の陰性証明書とか結構めんどくさいことがありました。アメリカは3回のワクチン接種を受けてると、今の段階だと隔離なしで行けるんですけれども、フライトが24時間以内のフライト前の24時間以内の検査結果しか認めてくれないっていうことで、もう昨日の夕方検査行って、今日の朝
英文の証明書をもらってみたいな感じで、やっぱまだまだちょっと面倒くさい感じはありますね。ただまあ行けるようになってすごい良かったなと思います。まあそれではまあちょっと行ってきます。いやロサンゼルスに着きました。9時間50分だったんですけど、なんか20分ほど2、30分ディレイが発生してしまいまして、なぜかというと、なんか北京乗り換えで東京に来る、北京から東京に来てロスに来る人が搭乗手続きして荷物まで預けたのに、その後なぜか飛行機に乗ってないという事実が発覚したそうで、その飛行機から結局飛行機に現れなかったんで、そのお客さんが荷物を、なんか取り除かなきゃいけないとかでちょっと時間かかってました。いやまあとりあえず着きました。9時間50分が10時間10分か20分になっちゃいましたけど、着きまして、これからロスのホテルに向かおうと思います。なんか結構あれですね、意外とアメリカ来たらみんなマスク外してんのかと思ったら、空港の中はもう全員マスクしてますね。マスクなんか全員つけなきゃいけないみたいで、意外とみんなマスクしてるなっていうのがちょっとした発見でした。ですね、空港の建物出たらすぐにユニオンステーション行きのバスが来たので、それに乗っちゃいました。本当はタクシー乗ろうと思ってたんですけど、なんかすごい安く来れちゃいましたね。10ドルしなかったです。9.75 ドルぐらい、そんな感じですね。でここがユニオンステーションの中だそうです。ロサンゼルスのアムトラックはこのユニオンステーションから出てるので、ホテルもですねこの近くに取っちゃったので、今こういう風にしてきました。とりあえずこれからホテルに向かいます。やっぱアメリカ意外とみんなマスクしてるなと思って、あそこの今変わっちゃいましたね。電子掲示板にも出てるんですけど、アムトラック乗ってる間はずっとマスクしてください、そういうの書いてあります。ちょっと電光掲示板が変わっちゃったんですけど、ありましたね。ありました。メトロプラザホテル。めちゃくちゃ近い。ユニオンステーションからもう徒歩5分ぐらいですね。いやー、しかしなんか焦りにも綺麗ではないかななんかサブウェイがくっついてたり、中華レストランがくっついてたりしますね。何なんだろう。この1階は、チャイナタウンに入るそうです。ユニオンステーションの近く、チャイナタウンがすぐあって、でその南側が、ジャパンタウンになってますね。だからチャイナタウンのすぐ南にリトル東京がついている、そんな感じになります。とりあえず荷物が多いんで、荷物を置いてちょっと散策したいと思います。なんかエントランスに落書きがされてるけど大丈夫なのかな、このホテル。一応1泊1万8000円ぐらいはするんですけどね。まあ1万8000円って今の物価や為替の価格だと多分安いっちゃ安いんですけど、大丈夫かな。こんな落書きが窓にもされてるし、目の前にもされてて、大丈夫なのかな。まあちょっと入ります。いや、着きました。こんな感じの、一応キングサイズなのかな、これ。ベッドですね。テレビあって。
メトロプラザホテル、ユニオンステーションから一番近いホテルですね。開くのかな。ちょっとやばそう。もうすぐ向こうが鉄道の線路みたいなの見えますけど、あそこら辺がそうですね、線路じゃないか、あれは高速道路かな。まあでもメトロ、ユニオンステーションにすごい近い感じですね。いやー、アメリカっぽいな。懐かしい。こういう狭いアメリカンバスタブ、日本だとなかなかないですよね、こんなサイズは。逆の意味で小さくてないってことですけど。いや、それにしてもアメリカあったかいですね。今20度ぐらいですよ。はあ、どうしよう。どこ行こうかな。荷物を置いて、ユニオンステーションの方に戻ってきました。こっちから見るとすごいなんか立派ですね、この駅。やっぱりアメリカの国旗もちゃんとたなびいてるところが実にアメリカっぽいです。あっちがカリフォルニアステートの方なんですかね。熊、オオカミ、何なんでしょう。ちょっとわからないですけれども。本当にこの標識見た感じ、チャイナタウンとリトル東京がくっついてるんですね、ここら辺は。チケット買わなきゃですね。ニューヨークもそうなんですけど、アメリカの地下鉄ってこのゴーって音がなんか独特ですよね、本当に。すごいな。ロスはこのタップカードがスイカみたいになってる、これ使うそうですね。
僕はこれからレッドラインに乗ってちょっとハリウッドの方まで行こうというふうに思ってます。なんかなんとなくなんですけど、僕ニューヨークに留学してたことあるんですけど、ニューヨークよりもちょっと地下鉄の雰囲気が良くない気がしますね。ちゃんと行くのかなこれ。今ハリウッドバイン駅に着きました。1時間ぐらいかかりました。いやもう何言ってるか分かんないって感じですけど、レッドラインに乗るはずがパープルラインに乗ってまして、レッドラインが来るって聞いたプラットフォームにいたんですけど、やっぱ難しいですね。知らない街の特に大都市の地下鉄って本当難しいですね。全然よく分かんないとこまで行って戻ってきてから乗り換えてました。いやー、普通にタクシー使った方が良かったな。そうでなんかずっとさっきから思ってるんですけど、このロスの地下鉄はなんかところどころやっぱりてかかなりの部分が南米チックですね。デザインとかモチーフとかなんですけど、さっきのなんか駅のアナウンスも、英語でアナウンスが怒られるのはすごい普通のことだと思うんですけれども、それと同時にやっぱスペイン語でもアナウンスがされてて、やっぱなんか土地柄を感じる感じです。おー、やっぱり出た瞬間はちょっと寂しいですけど、でもハリウッドっぽいですね、やっぱり。おー、これが有名なモーコブホーム。すごい。なんか今はもうこれが2400個ぐらいずっとここ5キロぐらいにわたってあるそうです。ちょっとこのままこの通りをずっとこのバインストリートですね、ここを中心部に向かって歩いていこうと思います。これ見た
ことありますね。アポロ1969年のやつで、なんか記念指定とした保険取られたんですよね。I'll definitely try, but just in case I can't, because it is Saturday, that's like the most busiest day. Bitch, we could have caught the bus.これクイーンだ。Sidewalk, I would probably want. ロナルド・レーガン。ワク。僕はこういうピザ屋さん見るとアメリカだなってすごい思うんですけど、それはやっぱ僕の留学先がたまたまニューヨークでイタリア系が多かったからなんですかね。こっちはなんかすごいタコスとか、あそこにもタコスというかテキサス系のフードトラックありますけど、テキサスじゃないメキシコなのかな。やっぱ中南米のお店がすごい多いですね。さっきからなんかずっと一つ置きに開いてますね。これは後で入れるのかな。入れるように押さえてるんですかね。
フランク・シナトラだ。いや、しかしこれ延々と続きますね。ロサンゼルス・レイカーズ。めっちゃ日本みたいなクレープ屋さん。すごい。ハリウッドブルワードです。ハリウッドロード。そこ横見たらホンダが撮ってますね。アキラがいいところ押さえてますね、看板。千秋のじゃあれよく出てくるハードロックカフェですね。じゃあこの辺の中心地なのかな。確かに栄って
Winnie the Pooh. Wow. Oh, sorry. Right for somebody they watch. She couldn't decide what she wanted. I heard some. Really? You had a hard decision? I heard some. この辺が中心ですね。あそこも8キロが取ってる。すごいな、ホンダ。You guys like a picture with me? スカート売ってんですね。おお、トム・クルーズ。うわー、もう国と城だ。これいやー、嬉しい。No quiere, no se ando. Que ella va a querer venir, le va a dar una nota. 夢のチャイニーズシアター、これですね。こうやって見ると一等地もでっかく持ってんですね。入れるのかな。これ以上行ってもここら辺で終わって折り返します。ザ・シンプソンズとかあるんですね。Kelsey Grammer, Charles Barrow, Tơ nằm ngồi lắm tơ. Tiene suerte que tiene un carrito que es bastante. 790円だ。
security phone. Sorry, but I don't want to fly. どっちもですよ。わあ。텔레폰 넣으시고 대기책에 들어서すごいですね。そんな間もなくぐらいのことあります。Supporting yourself with size 4 feet. You always win it. I always represent. What Conmigo hay que rapear durísimo, muchísimo. Yo demostré que no me manipulan los de allá, ni este gobierno el que le temute. いやー、この圧倒的なスペイン語の量、なんかやっぱり独特ですね、ロサンゼルスは。すごいめっちゃいますよ。いやー。これハリウッドハイランド駅か。こっちからこうやって歩いてきたんですね。で、ちょっと行って戻ってきた。もう一回ここ入ろうかな。
なんで靴が。27分後。結構ロスは電車本数少ないんですよね、さっきから。レッドラインを使ってユニオンステーションの方に戻ってきていまして、途中のパーシングスクエアで降りました。でここはグランドセントラルマーケットっていうなんか有名な市場というか、観光地的にいろんなレストランとかが集まってるところがあるので、そこで軽く夕食を取りたいと思います。昔横浜の桜木町もこんな感じにすごいいっぱい落書きというかアートっぽい落書きってありましたけど、誰がどんな目的でやるんでしょうね、こういうのって。あ、これか。弁当屋なんてありますね。めちゃくちゃ日本の弁当。
ララランドの出てきたやつですね。あ、これなんだ。あ、へえ。でもこれで終わりか。ああ、有名なエクスラットやってないんですね。これからやるのかな。今日はやらないのかもしれないですね。この前新宿に日本進出したばっかりのはずですけど、残念だな。僕はララランド好きなんで、ここで食べることにします。ああ、やっぱりある。あ、そりゃそうですね。でララランドとテクサスだそうです。エルサルバトルの料理だそうで、なんか結構甘い香りがすでにちょっとする感じがしますね。どんな味なんだろう。食べてみたいと思います。今日のところはこんなもんにして、これでもうホテルに帰ろうかなと思います。まだこっち6時ぐらいなんですけれども、東京は今朝の10時ぐらいで、寝ずになんか歩き回ってたのでめちゃくちゃ眠いです。なんかオールしたかのような感じになってひげもずるずるしてきました。でもなんかすごい充実した一日、実質行っても5日みたいな感じですけど、楽しかったっていう感じです。というわけで1日目はこれで終わります。ありがとうございました。なんかすごいもちもちしてて、サルサがあるのでこれと一緒に食べるらしいんですけど、ちょっと辛いですね。でも美味しい。豚肉とチーズなんですけど、これあとビーンズが入ってるんですけど、ちょっとなんか豚肉にチーズって濃すぎるんじゃないかなと思ったんですけど、そんなことないですね。さっぱりいける。でこのなんか生地がすごいもちもちして、これ小麦じゃなかったですね。小麦じゃなくてなんか穀類ですね。なんだろう、芋、トウモロコシとかかな、なんか芋なのかトウモロコシなのかでもちもちですごい美味しいです。はい、試してみてよかった。